聖書箇所はヨハネの福音書15章16から17節です。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。私は母がクリスチャンだったので、幼い頃から教会に通っていました。私が小学生の時、牧師先生のお嬢さんである私の友達が洗礼を受けました。洗礼はキリストを信じる決心をした時に、古い自分に死に、イエス・キリストがもたらした永遠の命によって生きることを表明するものです。私のいた教会では、洗礼の時に神様がどのように自分に関わってくださったかを語る証しをすることになっていました。私の友達は、お父さんがあなたがイエス様を選んだのではなく、イエス様があなたを選んだんだよと言ってくれましたと語っていました。その言葉は私の中に強く印象づけられました。私が大学生になった時、母が病気で入院しました。病気が分かった時、母は新約聖書の一節であるヨハネの福音書11章4節、この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。という御言葉が与えられたと私に言いました。母はそれまである事情のため教会を離れていましたが、このことをきっかけに再び熱心に教会に通い出しました。母は病気になったにもかかわらず、内側から力を得て以前より元気になっていました。私は家族以上に母の近くにいるイエス様を見ました。母が手術を受けた日、私は一人病室に母と共に泊まりました。手術後眠っている母につながれた機械の音が響く病室で、泣きながら不安と恐れで一睡もできない夜を過ごしました。その後母は順調に回復し、神様への思いをどんどん強めていきました。それから私は大学で一人の神父さんに出会いました。その方は出会う人一人一人の一番美しいものを見つめようとするような眼差しを持った方でした。その神父さんの砂漠の中に命があるという説教を聞いたとき、あの母の手術の夜、母の最も近くにイエス様がいるのと同様に、私の最も近くにイエス様がいたのだと分かりました。その頃から私の目に入る世界は変わりました。友達だけでなく、駅にいるホームレスの方や道ですれ違う人や、たまたまバスで乗り合わせるような人も、もう私には他人でなくなりました。これらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのですという聖書の御言葉ゆえに、その人たちはイエス様なのだと思ったのです。その時、目に見える世界は輝いていました。自分が新しく生まれる体験でした。私は子供の頃いじめにあっていて、辛すぎたその記憶にはずっと蓋をして生きてきました。しかし、血の汗を流しながら十字架にかかる前夜、この杯を取り除いてくださいと祈り、あざけられながら人間の罪のために十字架にかかって死んだイエス様を思うと、なぜかいじめを受けたのが他の子でなくて私でよかったのかもしれないと思いました。自然と涙が流れ、人を憎む気持ちが癒されていきました。圧倒的な光に照らされて、自分の罪を自覚するようになりました。私は洗礼を受ける決心をし、その年のクリスマスに受洗しました。洗礼を受けると同時に、神様に仕えて生きていく思いが与えられました。教会の牧師先生に聖書の御言葉を求めるように言われ、読んでいると次の言葉が目に入りました。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、
あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めているものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。ヨハネの福音書15章16節。この言葉は私が幼い頃友達の洗礼の時教会で聞いた。あなたがイエス様を選んだのではなく、イエス様があなたを選んだのだよという言葉でした。私は生涯この言葉を握って歩んでいくのだと思いました。そして互いに愛し合いなさいというイエス様の命令を伝えるために、愛を伝えるために生きていくのだと分かりました。神様は愛だからです。実に母に与えられた病気は、母が与えられた御言葉通り神の栄光を表すものでした。このことによって私は自分が小さい頃から聞いていた聖書の話が、聖書が伝える神様がどんなに素晴らしいかが分かり、人生が変えられたからです。愛のない人生は暗闇です。愛にあふれた人生は光り輝くものです。イエス様は人の罪を背負って十字架にかかり復活し、神様による命を人に与えました。永遠に私たちと共にいることを、それも誰よりも近くで共にいることを約束してくださいました。そこに神の示した最高の愛があります。この愛によって人を愛する歩みこそ人間に求められた歩みなのです。私が神様を選んだのではなく、神様の方から私の手を握り、私を抱きしめに来てくださいました。神様の御手の中で苦しみは素晴らしいものに変えられました。不幸と言われるようなことは神様の愛の中で最高の幸せに変えられました。私は死んだものから生きるものへと変えられました。私の願うものを願う前から与えてくださり、神様の愛という実がなるように私の人生を整えてくださいました。神様は私の悲しみを恵みと喜びに変えられました。ウェストミンスター小教理問答という17世紀にできたキリスト教の教理の問答書は次の言葉から始まります。問い1、人の主な目的は何ですか？答え、人の主な目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことです。人は神の栄光を表すために生きています。神を永遠に喜ぶために生きています。それはあなたを選んでくださった神様のあふれる愛を受けて、その愛を注いで人を愛していく歩みです。そのために私たちはこの世に送られ、命が与えられ生きています。